今回は、同じ形で2種類の、鉱石風ピアスを作る動画やでー。皆様はどちらがお好みかな？ちなみに僕は右のキラキラが好き。というわけで、キラキラ鉱石風ピアスの、作業工程から見ていこう。まずは色を用意。使う色はなんと、このシアン一色だけやで。そして今回使うモールドはこれ。クリスタルモールドミニー。ちなみに100均の、キャン、ドゥで購入したらしいで。さて、モールドを傾けたまま硬化する。裏側もしっかりね。次に、オーロラデザインシートを用意。これがキラキラの正体。単純だけどかなり綺麗になるで。このオーロラシートは100均の、キャン、ドゥでゲットした素材やで。次の工程は、星の雫を追加して、エンボスヒーターで炙る。そしてオーロラデザインシートを、レジン液に浸してから、モールドに強引に埋め込む。パワー技でやで。溢れたレジン液は、軽く拭き取っておこう。そして、綺麗になれ、とお祈りしながら微調整する。綺麗に仕上がるかどうかは、ここでのお祈りにかかってるらしい。あとはレジン液を、モールドの限界まで注いで。気泡の処理と、隅々まで行き渡るように爪楊枝でツンツンする。UV ハンディライトで硬化するので、裏側もきっちり硬化。モールドから取り出したら、こんな感じやでー。オーロラシートは簡単に買えるし、そんなに手間もかからんし。それでいてこの、光の反射感が手に入るのはめっちゃ素敵。ザ・ジュエリーって感じで、映える、いい素材やと思う。ほんとにめっちゃめちゃ光ってるからね。伝わるかな？さて、アクセサリーパーツを付けるための、穴を開けよう。穴を開けるための、電動ルーターは持っておいた方が楽やでー。開けた穴に、レジン液を塗ってからアクセサリーパーツを接着。この UV ペンライトも、ハイパワーで便利だから、一家に一台どうぞ。いや別に、業者の回しもんちゃうけどね。便利なものは便利なんよ。さて、これでこのキラキラ鉱石ピアスは、ほぼほぼ完成。あとはレジン液を使って、お好みでコーティングするだけやで。今回は色を入れてるけど、色なしなら、いわゆる氷ピアスになるね。奥さんがあまりんも楽しそうにコーティングしてたので、電光掲示板風の明るい編集を心がけてみたらしい。さて、キラキラ鉱石の仕上げは後でするとして、一旦保管する。次はいよいよ、地層鉱石ピアスの製作に、入るで。まずは3色準備。ちなみに後でもう1色追加するけどね。1色目は、パールターコイズ。キラキラ感のある素敵な色。2色目は、パールマリンブルー。こちらもキラキラ要素のある色やね。3色目は、ブラウン。アクセント強めな色。今回はどれも単色で、調合はしない。そしてもちろん同じ形なので、再びこのモールドを使う。そしてさっきと同じように、斜めに傾斜させての着色液投入。
つまり今回の作品制作のポイントは、軽邪状態ってことやね。さてここで、乱切りホログラム登場。でも地層にするなら、この工程意味あるのかなと思ったあなた。半分正解です。これはほぼ外からは見えません。しかし、鉱石とは元来そういうもの。その雰囲気を含めた上での制作。作品作りには、ストーリーや雰囲気も大切なのであります。多分。ちなみにご主人が奥さんに、それほぼ意味ないやん。って言ったら、その日の夜ご飯は、ふりかけとご飯のみ、だったのは言うまでもない。さて、気を取り直して4色目の色を用意、ホワイトを。これも特に何か混ぜるわけではなく、単色での使用やで。ここからは本格的に、地層制作工程が始まるので奥さんが頑張って作業している間に、次回作品の予告タイムやで。次回の作品はこちら。作品名は、マジカルフックピアス。綺麗なマーブル模様とともに、若干の怪しさ漂う作品やで。というわけで、次の作品もお楽しみに。チャンネル登録して、動画投稿されるのを待っててくれると嬉しい。高評価やコメントも、励みになりますので、よろしくお願いします。春なので毎年のことですが、花粉に負けないように頑張ります。ってご主人が言ってたで。さて、そろそろ奥さんの作業工程を見ていこう。まずは作業工程の振り返り。1層目は、パールターコイズ。2層目は、乱切りホログラム。青い丸で示してるよ。3層目は、パールマリンブルー。図の簡素さに泣けるぜ。4層目は、ホワイト。ホワイトは映えるなぁ。5層目は、ブラウン。確かにアクセントには良い色かもしれない。6層目は、ホワイト。色の並べ方にこだわりを感じる。7層目は、ブラウン。サンドイッチみたいになってきたぞ。8層目は、パールターコイズ。水色の層、復活。9層目は、乱切りホログラム。ほぼ見えないけど、こだわりの投入。10層目は、パールターコイズ。色の並べ方に、法則性はなさそう。11層目は、ブラウン。まさに今この場面やでー。結構モールドの限界が近い。ある意味カンイズの通りやね。カンイズも、なかなかに混沌とした、地層模様になってるね。12層目は、ホワイト。真ん中に穴？気泡？何かあるねー。なんかよくわからんけど、天然鉱石を演出しているようにも感じるねー。さて、13層目。最後の層は、パールマリンブルー。いやー、なかなかに個性ある地層でんなー。モールドから外したらこんな感じやで。ちょっと見てみよう。なんか、カンイズのイメージ画像と全然違う気がする。ということは、色を入れる角度が、図とは違ってたということやね。規則的な地層ではなく、自然な地層を表現した感じやね。あとはキラキラ鉱石と、同じ位置に穴を開けてアクセサリーパーツを接着して、硬化する。それにしてもこの地層ピアスは、不思議な模様になったね。
キラキラと地層、皆様はどちらが好みだったかな？ぜひコメントで教えてね。僕は冒頭で言った通り、キラキラ推し。手軽に作れるのがやはり魅力かな。でも地層の方も。パール入りの色があるから、若干キラキラしてるし、個性的で手間は、倍以上かかるけど、不規則な色の重なりが魅力やね。さて、地層ピアスのレジンコーティングもこれで完了。あとは、アクセサリーパーツをつけて完成ということで。今回は、同じモールドを使って、同じ形で、2種類の、フックピアスを作ってみた動画でした。僕の可愛い姿が、見られるエンディングまで。最後の最後まで見ていってね。ではまた次の作品で会いましょう。